本音がないじゃなくて、本音を見せるまでに時間がかかると言った方が近いかもしれません。海外の人が日本人と話すとき、つまずいてしまう壁の一つとしてよく挙げられるのが、なぜ日本人は本音をダイレクトに言わないのかというとこです。はい、日本人はね、優しいけど本当は何考えてるんだろうとか、笑顔なのに本当は嫌だったのとか、なんではっきり言ってくれないのとか、今日は日本人の不思議な文化、本音を隠すということについてお話をしていきたいと思います。でも最初にね、まず一つ伝えたいことがあります。日本人が本音を言わないのは嘘をつきたいからではありません。はい。日本では昔から言わなくても伝わるということに価値があったんです。はい。日本にはね、有名な言葉、おそらくね、日本の文化、日本が好きな方はね、聞いたことがあるかもしれないんですけど、本音と建前ですね。はい。この意味についてはね、もうこのご時世結構海外の方に向けてこう日本の文化を発信してる方がたくさんいるので、多分もう皆さん分かってる方がほとんどだと思うんですけども、もう一度私の方から、もう一度私の方からお話をすると、本音と建前というのは、本音は心の中の本当の気持ち。建前は外に出す言葉や態度です。はい。例えば、会社で上司からこの後飲みに行くと誘われたとします。でも本当はね、疲れていて帰りたい。でも行きたくないですとは言わない人が多いです。むしろ言えません。はい。今日はちょっととか、明日早いのでというちょっとね、遠回しな断り方をします。はい。ちょっと詳しくね、こちらの私の YouTube もぜひちょっと見ていただきたいんですけども、はい。外国人からすると、このなぜはっきりこうダイレクトにノーって言わないのと思うかもしれません。でも日本人同士では、その短い言葉から意味を読み取る力があるんですね。はい。日本人同士だと、ちょっととか、明日とか、そのちょっとしたこの言葉でも、あ、断ってるんだなって理解できます。実は日本語は世界的に見ても省略が多い言語です。はい、もうね、日本語を勉強している方はもう気づいてるかもしれませんが、こう、例えば英語で I love you ですね。はい。主語の I、そして目的語、相手の you をはっきり言いますよね。はい。でも日本語にはそういうこの主語と目的語をはっきり言わない文化です。はい。好き、愛してる、大好きという言葉だけで伝わります。誰が誰をっていうのはね、基本的に。はい。その誰が誰を好きということを言わなくても状況で判断できます。あと文脈とか。はい。日本語では会話の中で全部を説明しなくても相手が理解できるという前提があるんです。実はこれを象徴する日本の考え方があります。察するという文化です。はい、察するとは相手が言葉にしない気持ちを想像するということですね。はい、例えば友達を誘った時に行けたら行くと言われたら、あなたはどういう解釈をしますか？行けたら行く。可能性の言葉ですよね。たらなんで。はい。でも日本人の多くの場合は、これは、あ、もう来ないな、と感じます。でもね、海外の人の場合は、あ、もし可能性があるんなら行くよっていう、その言葉通りですね。行けたら行く。来る可能性があるんだなという受け取り方をする人が多いと思います。でも、同じ言葉でも文化によってね、やっぱり受け取り方が変わってしまうんです。はい。そして日本には、内と外という考え方があるんですね。内は自分に近い存在。
例えば家族、親友、友達ですね、恋人、はい、兄弟など、はい、外はまだ距離がある相手ですね。初対面の人だとか、会社の仕事関係の人など、日本人はこの距離によって話し方を変える人が多いです。っていうか大きく変えます。外の人には礼儀を正しく、礼儀を大切にする。でも自分の内側に入った人には本音を見せる。だから日本人は本音がないじゃなくて、本音を見せるまでに時間がかかると言った方が近いかもしれません。はい、もう一つ日本には面白い考え方があります。それは沈黙ですね。はい、海外ではこの沈黙が気まずい。だから会話を続けることを大切にする人が多いようなんですけども、でも日本ではこの沈黙にも意味があります。考えている時間、相手への配慮、何もなんていうかな、答えを探している時間、はい、何も言わないことが何も考えてないという意味ではありません。日本の伝統文化にもこれに近い考え方があって、例えば茶道、聞いたことありますか？はい、お茶を作る、茶道って言います。美しいものは全てを説明しません。余白を残します。日本庭園も同じですね。はい。全てを飾るんじゃなくて、空間を残します。日本文化には昔から全部を見せない美しさがあります。それがね、会話の中にも少し似た部分があるかなと思いますね。はい。全部言葉にしない。相手が感じる余白をわざと残す。はい、もちろんこれはいい部分だけではありません。時にはね、問題になることもあります。本音を言わないことで相手とのこの誤解が生まれるとか、ストレス、片方にストレスがかかるとか、自分の意見が伝わらない、そんなこともありますよね。だから最近の日本ではもっと自分の意見を伝えようという考え方も実は増えてきております。日本人が本音を言わない理由、それはただの秘密主義だからではありません。日本では昔から言葉にすることと言葉にしないことというその両方に意味がありました。言葉の裏側を読む、相手との距離を考える、少しずつ心を開く。はい。これが日本独特のコミュニケーションなのかもしれませんね。はい。日本人が大丈夫ですと言ったとき、本当に大丈夫なのか？それともなんか別の気持ちがあるのか？少しだけ表情や空気を見てみると、日本人の本当の気持ちが見えるかもしれません。もしかすると、この大丈夫っていうのは、世界的に見て女性の方が大丈夫じゃないのに大丈夫という言葉を使うっていうのはよくあるパターンかもしれません。それとね、よく似た部分で、相手がね、どういうことを実際に抱えているのか、考えているのかというね、これも少しだけ相手に寄り添って表情や空気を見てみると本当の気持ちが分かってくるかもしれません。はい。ということで今日は日本人はなぜ本音を言わないのかということについてお話をしてみました。はい。今日も聞いてくれてありがとうございました。また次の動画も見てください。バイバーイ。